めっちゃうまい。味噌せー。もう圧倒的にかき揚げですね。数えられないぐらい来てます。お待たせしました。お待たせいたしました。枝苗を使ったおろしがお肉入りです。ではついておりますが、ありがとうございます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。中華そばになります。失礼します。もう一回今年だけギネス世界記録に挑戦したいなと思ってて。で、昆布を使って、他の食材と相性がよく、美味しい出汁ができるかなと。はい。食感も味も違うと思うんで、うちのネギを食べたら食べれるようになったっていう人が何人かいらっしゃった。だし作ったり、揚げ切ったり、海苔を切ったり、あともろもろですね。で、一番お客さんが頼まれるメニューとかってどういうところになりますか？もう圧倒的にかき揚げですね。うちこだわりの、大きなかき揚げ。で移します。そうですね。このそばをね、ちょっと乗っけてそれ食べると、ちょっと切り方を変えて、ことによって昆布がちょっと柔らかくなるんで、出しとったらもうすぐこっちで湯がくように。手切りなんで時間もかかるんでいろいろ試したんですけど、やっぱり原点に戻りました。佃煮して一番美味しかったんで、この厚さが一番美味しかったっていう。地元の福井県産の玄そばを、契約農家から仕入れるんですけど、もともとうち製粉所から始まってるんで、石臼引きで丁寧に引いて仕立てのそば粉を使ってます。喉越しとやっぱ日本人もちもち食感好きなんで、そのもちもち食感に仕上がるようにそこが特徴ですね。
ギネス世界記録のこの日本支部っていうのがあるんですけど、はいそこに連絡をして記録を開設するところからだったんですけど、もう1000人ぐらい並ばれてたんですよ。4000倍ちょっとしか用意してなかったんで、もう開始3時間ぐらいでもうこれは売り切れになるっていうので、1時間2時間待ってるお客様の列を切ってしまったんですよ。でお帰りいただくことになってしまったんで、終わった後めちゃくちゃ悔しいというか、やっぱもう申し訳ないって思いがすごく強かったんで、もう一回今年だけギネス世界記録に挑戦したいなと思ってて、今年は絶対に売り切れてはいけないので、正直なんかプレッシャーですね。当時140人ぐらいです。で厨房だけで約60人ぐらい、あとやっぱ厨房がその一連でも失敗すると予定の配数出ないんで、いや緊張っすね本当に。私が取れたんで引き上げて。前提ですね、あったかいの。1日寝かして、味がしっくり落ち着いた状態でお客さんに出すって感じで、出しても問題はないんですけど、やっぱりちょっと、しっくりこないなっていう、僕自身がね。取材でお邪魔してますね。今日作ったのに。5キロで、お出汁を十分に味わえる中華そばっていうので始めてます。和風というかお蕎麦屋さんらしいのをしたいと思ってたんで、昆布といりことかつおで出汁を取るんですけど、
塩分濃度が大体これぐらいって決まってるんで、一番忙しかった時でお客さんって何人ぐらいいらっしゃると思いますか？大体200人とか昼だけで11時段階でもう200分待ち。いやでもこの器とかのアイディアもすごいですよね。人と違うっていうか違うことをしたいっていう気持ちが強すぎて気張りすぎてもこうやっぱりお客様ってこう離れてってしまうんで温故知新だと思うんで定年したらなんか妻と2人でこんな感じでまたやりたいなと思ってもうそれまで我慢するでやっぱ気になるからこういつも見てるもう入ってます。肉付けのもこれだけのやつ。いやどんだけ野菜のさどんだけ。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。これタオル。いさせ
お願いします。コシがあって美味しかったです。はい。かき揚げはかぼちゃがすごく美味しかったです。大体2分ちょいです。ありがとうございます。今あっち行きますよ、私。あ、違う違う、ちょっと待って。お願いします。はい。美味しそうで、本当だ。麺も美味しいし、大根も辛くないし。お願いします。めっちゃうまい。コシがあります。揚げはすごい味がしっかりしてる。いらっしゃいませ。はい。どう？お願いします。失礼します。何を召し上がりますか。ありがとうございます。ありがとうございます。
ます。お待たせいたしました。かき揚げおろしそばの胸近握り付きでございます。お先、奥から失礼いたします。木のプレートをおろしてお召し上がりください。失礼いたしました。桜エビのおろしそばでございます。すみません。もう数えられないぐらい来てます。いつもはね、かき揚げのそばなんですけど、今日は小エビが食べたくて、桜エビ食べたくて来ました。変わらず美味しいです。お姉ちゃん来たよ。ね、しましたね。もう一丁や。全然3つお願いします。中華です。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。お願いします。保留して次読みます。お願いします。はい。失礼いたしました。お待たせいたしました。中華そばになります。失礼します。はい、武田握りです。醤油の肉をご利用ください。はい。お願いします。お待たせいたしました。武田の揚げのおろしそばでございます。こちら揚げに味がついておりますので、このままお召し上がりください。おそばの一味七味セルフコーナーでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。セブンに声かけてもらうみたいなので。はい。毎週火曜日来てます。もうここがなんかぴったり。私は大好きなお蕎麦なんです。味も白い麺が細いっていうのが一番ね。はい、お願いします。お願いします。はい、以上です。はい、お願いします。失礼いたしました。お待たせいたしました。こちら武田の揚げを使ったおろしそば、お肉とみりです。こちら落ち着いておりますが、これにすればまだお
た中華そばになります。失礼します。大変お待たせいたしました。こちら大きな野菜のかき揚げおろし天そば胸近握り付きです。これとおろしてお召し上がりください。まあ20年後ぐらいにはなんか福井を代表する観光資源を作りたいですね。まあ、僕は食に携わる仕事なんで、こう食で何かそういう観光資源を作ってこう全国から世界から人が来るような福井県にできたらいいなと思ってます。